LCM ローラを使って少ないステップ数でも高品質な画像を生成できるらしいので、ガツンと導入しちゃいますよ。と言ってもやり方は簡単で、LCM ローラというものをダウンロードしたら、普段使っているローラを入れているフォルダにぶち込んで呼び出すだけみたいです。これだけ簡単ならちょっとやってみますよ。ということで、この SD1.5 用の LCM ローラをいただいてきたので早速ぶち込んでみました。SDXL 用もあるみたいですよ。とりあえずこのローラ用に適当にサムネイル作成して適用しときますよ。文字だけだと後でわからなくなるので視覚でも覚えますよ。キャロはコケコッコーなのだ。うっさいずんだ餅。じゃあまずは LCM ローラを適用していない状態で生成してみましょう。640×720 でハイレゾフィックスを 1.5 適用ですね。1280の1440だな。ついでにコントロールネットを1ユニット適用でアフターディテイラーも適用しているぞ。この状態で生成するとだいたい36秒くらいだな。最初の生成はちょっと遅いから次も見てみようか。だいたい30秒くらいみたいだな。よし、じゃあ LCM ローラを適用してみようぜ。ちょんちょこちょん。そうそう、このローラを適用したらまずサンプリングステップスを8に変更します。少ないステップで生成できるんだからここを変えないと意味ないだろな。次に CFG スケールを1から2あたりに設定しないと生成画像が破綻するらしいのだ。普段は7前後で生成していると思うけど、ここも極端な数値になる箇所なので注意が必要なのだ。それからサンプリングメソッドもオイラー A を選択した方がいいみたいなのだが、いつも使ってる DPM2M カーラスでとりあえず行ってみるのだ。なんか破綻しかけてませんか？バッキバキだな。サンプラー変えてみようか。生成時間は27秒くらいですね。ちょっと早くなったのかな。じゃあサンプラーを LCM ってやつに変えてみようぜ。同じ名前なのだ。専用かこれ。多分違いますよ、ずんだ餅。そうか、なんか生成結果が下手っぴになったのだ。じゃあサンプラーをオイラー A にしちゃってみますか？そうだな、しちゃってみますか。バッキバキだな。ハイレゾフィックスのアップスケーラー変えてみようか。これも下手っぴのままですね。結論から言うと CFG スケールの値が影響していたっぽい感じでした。じゃあ次はモデル変えてみようか。ほとんど使ったことないけど噂のチルドリミックス使ってみるのだ。いいもの仕入れましたね、ずんだ餅。サンプラーもオイラー A にしてハイレゾフィックスをかけないでいってみようか。コントロールネットもなしにしてアフターディテイラーだけかけておくのだ。それから生成サイズは破綻ギリギリの1280の720でいってみようか。まずは LCM ローラ非適用で生成するのだ。はい、ジェネフォー。今度はコントロールネット使ってないからちょっと早いですね。ちょっぱやです。ステップ8だからな。ちょっぱやだけど生成画像が死体状態なのだ。でもこれはこれでいい感じですよ。私は好きです。だいたい4から5秒で生成できてる感じかな。それじゃ LCM ローラ適用してみようか。いきなりクオリティが上限突破しましたよ。ステップ8なんだよなこれ。品質になんかムラがある気がするけど、このサイズの画像をこの品質で5秒で吐き出せるのは爆速になってるんじゃないか。そうですよね。普段放置プレイが多いからあんまり気にしてなかったのですが、多分早いと思うのだ。
サンプラーが好きなの使えないところがちょっとネックだけど、めんどくさがりでせっかちさんにはおすすめだな。こういうのでいいんですよ。簡単お手軽がいいですね。それから AI アートジャパンではこの度メンバーシップを始めました。特典として動画内で使用した厳選画像の毎月期間限定配布、メンバー様限定動画の投稿となっています。順次限定動画の方も拡張していく予定なので、よかったら概要欄から紹介動画をご覧くださいね。今月はメンバーシップ開設記念としてチャンネル開設から10月末までの公開動画で使用したあんな画像やこんな画像を厳選して12月5日までの限定配布中です。やっぱりなんか画質が悪い気がしてやる気が出ないのだ。なんていうか写実的じゃないよな。はいはい、イラストっぽい画質になっちゃうのが気になりますね。ローラのウエイトを変えてみようか。これはウエイト 1.0 での生成なのだ。じゃあここからウエイトを 0.5 で生成なのだ。ポロンポロンしたら容赦なくカットするのだ。モザイク処理するのめんどくさくなりましたね。ずんだ餅。やっぱりウエイト下げると生成時間がなんとなく増えてるのかな。どういう理屈だろう。たまたまじゃないですかね。ウエイト下げるとちょっと品質が上がったような気もしますね。じゃあウエイト 0.2 まで下げたらどうなるんだろうな。下げてみるのだ。ああ、なるほど。少ないステップ数で高品質って部分がなくなってくるのか。そうですね。非適用の時と同じような生成結果になってきてますね。じゃあウエイトを今度は 1.5 くらいまで上げてみましょうかね。これはちょっぱやで破綻したぞ。はわわ、つまりこの変な感じの塗りは高ウエイトほど強くなるのですから、ローラのウエイトは 1.0 よりちょっと低めあたりがいいのでしょうかね。CFG スケールをちょっといじってみてみるのだ。正直よくわかんないけど1より2の方が綺麗かもですね。間取って 1.5 でもいいんじゃないかなとも思いますよ。モデルやらいろいろと絡んでそうだから自分で妥協できるところ見つけてほしいのだ。最後にサンプラーの LCM ってやつはやっぱり専用みたいなのだ。ちゃんと生成できるからそれを見ながらお別れなのだ。それじゃあ今日はこの辺で高評価の方もポチクリお願いしますね。ポチクリ。